疲れ様です。西玉屋の北川です。今日もね、フレット教室始めていきたいと思います。今回はね、作家で食べていくために必要な考え方の話をしていくんだけれども、今回は、売り上げを作るための SNS の考え方、本質の話をね、したいなと思います。前回ね、ちょっとこの動画を出しました。で、この動画見てない人はね、ぜひね、見てほしいんだけども、この中で言ってるのは、ハンドメイド作家として活動するその作家活動の目的って大きく2つに分けれるんだよっていう話をしてます。で、この2つは何かっていうと、金稼ぐためにやってるか、すごいって言われるため、承認欲求を満たすためにやってるか、絶対にこの両極、絶対にどちらかだから、すごい深掘りして考えてみてほしいんだよね、一度。で、ハンドメイド作家がなぜ食べていけないのかっていうと、このね、2つに分けて考えなきゃいけないものを1つで考えてるわけ。だから食べていくことができないの。なぜかっていうと、金稼ぐためにやるんだったら、金稼ぐためのやり方をやっていかなきゃいけないわけ。で、承認欲求を満たすためだったら、承認欲求を満たすためのやり方をやっていくわけ。これ同じにはならないから。もちろん被る部分もあるんだけども、同じにはならない。で、しっかりと切り分けてる人だけが、しっかりと分かって仕掛けてる人だけが、作家業で食べていけてるし、売り上げをしっかりと立てることができてるね。というわけで、まずここを切り分けてやりましょうっていう話。で、今回の SNS の話も、ここを切り分けてないからおかしなことをやってるんだよ。だから、このままやってても食べていけるようにはならないよっていう話です。で、僕ね、今日この発信については、作家業をしっかりとお金を稼ぐため、生活費を稼ぐため、将来の不安をなくすためにやってるんだっていう人に向けて発信をするからね。そういうふうに聞いてほしいんだけども、稼ぎたいって思ってる人が、この SNS のやり方、本質を分かってなくて、間違ったままやってると、絶対に食べていけないから。もうこの発信の仕方はやばいよっていうことを今日ちょっと言うから、そこをしっかり押さえるのと、あとじゃあどうしていったらいいのかっていうその考え方の部分ね、本質の部分の話をするから、そこをしっかりと理解すること。これだけでもね、やるべきね、この行動が変わってくるから、で、最後までちょっと聞いてってください。はい。でね、本題に入る前に、初めてこのチャンネル見る人もいると思うから、なぜあなたがそんなことを偉そうに喋るんですかってね、語るんですかって思う人もいると思うので、ちょっと簡単に説明させてください。僕はね、うちの講座専門のね、羊毛フェルト作家です。このね、羊毛フェルトを仕事にして、もう仕事はこれだけしかやってません。他のこと一切やってない。で、羊毛フェルトを仕事にして生計を立ててます。で、僕は家族もいて、家族もこれで養ってます。で、この生活を始めてもう6年目です。このハンドメイドの収入だけで生活して。で、その僕が実際に食べていくためには、こうしていった方がいいんだよ、ああしていった方がいいんだよってね、作家業を仕事にして食べていきたいとか、しっかりと稼げるようになって、自分の生活費を足しにしたいって思って活動している人、そういう人に向けて発信しています。このチャンネルで発信することっていうのは、僕が実際にやってきた一時情報だから、僕自身の体験談、そして僕自身が勉強していること、そういったところをね、みんなにシェアした方がいいなって思っていることをシェアしているチャンネルです。はい、それではね、本題の方に入っていきます。で、今日はね、その SNS について話すんだけど、結論から言うと、SNS は絶対的に使った方がいい。これはね、もう今の時代、SNS はもう必須。絶対に使うべき。で、みんなね、苦手だって思ってる人も多いと思うんだけども、それでも頑張って、使ってみる。使ってみないことには分からんから、もう、初めっから無理だとかっていうふうに思ったらもう無理になっちゃうから、別に、だって、みんなやってるんだよ。若い子たちみんなやってる。普通にやってるじゃん。だから別に、同じ人間だからできるから、全然、普通に。全ての機能を覚える必要なんかなくて、で、僕もじゃあ今偉そうに言ってるけど、SNS 使いこなせてるかさ、全く使いこなせてないから。だけど、その本質は理解してるから、売り上げにはつながってる。全然まともに運用できてないけど、本質さえ押さえておけば、売り上げにはつながる。で、こうやって考えてる人多いと思うの。SNS ってさ、X でもインスタでも何でもいいんだけども、たくさんね、自分の作品とか活動を発信して、で、より多くの人に、不特定多数の人に、より多くの人に見てもらって、そしてフォロワーが増えていってね。で、なんだったらさ、ワンチャンね、バズらせて、ガンって有名になったら、そっからね、一気にね、仕事がどんどん舞い込んできて、食べれるようになるんだっていうロードマップを書いてる人多いと思うんだけども、これはね、大きな間違いです。これを目指してやったら絶対に食べていけない。で、ハンドメイド作家が食べていけないのはこれをやってるからなの、まさに。で、最初に言ったように、その目的を分けてないから。で、みんなはお金を稼ごうと思って今僕のチャンネル見てくれてると思うから、しっかり稼ぎたいって思ってる人は、SNS でいっぱい作品を発信して、
なんていうかな、その多くの人に見てもらってっていうのは間違いではないんだけど、でもその行動自体をね、稼ぐための行動というよりも承認欲求を満たすための行動なんだよね。で、稼ぐためにやるんだったらちょっとね、別のやり方をしなきゃいけないっていうか、考え方を変えなきゃいけない。みんなさ、そのバズったりとかフォロワー数を増やしたりとかって思ってるじゃない。で、まずそもそもの考えを改めてほしいのは、フォロワー数イコール売り上げではないんだよって話。フォロワーがどんなに多くたって全然売り上げゼロの人もいるから意味ないじゃん。それだったら金稼ぎたいんだったらね。ただ承認欲求を満たしたいんだったらそれは目的達成してるからいいと思うんだけれども、みんなはしっかりと稼ぎたい、売り上げを作りたいだから作れないと意味がない。で、フォロワー数なんて100人でも売り上げしっかり作れる人いるの。大きな売り上げをね。で、これ何が違うかっていうと、その不特定多数の人に見てもらいたいと思ってフォロワー数を増やす人って多分イメージしやすいのは今の X、 昔の Twitter だよね。 Twitter とかが出始めた頃とかあった手法なんだけども、そのフォローすることでフォロー返しでフォロワーを増やしていくっていうやり方一時流行ったじゃない、昔ね。で、そういうのでバーってさ増やしたとしたらイメージしてよ。そういうふうに不特定多数の人にいいねとかね、フォローとかしてフォロワーを増やしていっても、このフォロワーってさ意味ある？自分の商品を売るっていうことを考えた時に、自分の商品に興味があって来てないじゃん。中には来てる人もいるかもしれないけど、なんかギリでやってる人がいっぱいいてさ、結局それ以降見に来てくれないじゃん。で、意味がないよねっていう話ではなくて、フォロワー数が少なくてもちゃんと売り上げにつなげれる人っていうのはどんなフォロワーを増やしてるかっていうと、ちゃんと自分の客層にアプローチして、お客さん、自分の商品サービスに興味を持ってくれる人にしっかりとアプローチしに行って自分のことを知ってもらってフォロワーになってもらってる。だからもうお客さんなんだよね。僕だったらいつでもね、僕の発信を見て、僕がね商品このように準備しましたって言ったら、その中で、ね、欲しいですって言ってくれる人がいる状態のフォロワーを作る。これが大事なのね。で、まずそのフォロワー数イコール売り上げじゃないんだよっていう話と、もう一つね、みんな勘違いしてるのがバズり。バズらせたら一気にドーンってね、注目度浴びるし、知名度も上がるし、いいと思うじゃん。確かにバズったら一気にね、なんていうかフォロワー数だって増えるしさ、ね、注目度も変わるし、で売り上げもねグッと上がると思う。だけど問題はね、これなの。ハンドメイド作家として食べていきたいんだったら、バズりはね、はっきり言って使わない方がいい。逆にマイナスになる。で、これね、何がマイナスになるかっていうと、確かに売り上げ上がるからいいんだよ。いいんだけれども、これってね、その後に起きること。このバズりを使って集客ができました。売り上げが立ちましたってなると、作家の心理としてまたバズらせたくなる。で、バズらせるための活動をし始めるね。作品の作り方とか見せ方とか。で、それってさ、またすぐにバズればいいよ。つまり、再現できれば OK。それは再現できるんだとどんどんバズらせた方がいい。だけど、バズり再現できないでしょ。言ってみれば、宝くじを買い続けて当たるまでやるっていう戦い方だから、仕事としては成り立たない。だってギャンブルやってるのと一緒だから、それって。そうではなくて、しっかりと自分の作品を作る、お客さんにアプローチする、買ってもらえる。これを何度やってもまた買ってもらえるっていう、こういうふうにアプローチしたら反応悪い。でもこういうふうにアプローチしたら反応が良かった。買ってもらえた。だからもう一回やってみたら反応が良くて買ってもらえる。これは再現できてるよね。だから再現できることをしっかりと見極めて、それをずっとやり続ける。博打をしながら商売なんてできないから、しっかりと再現できることを見つけて、再現性のあることをやっていく。これがね、仕事にするために最も必要なことなのね。だからバズりっていうのはちょっと危険なんだよって話で、次、じゃあどうやって使っていったらいいんですかっていう、その本質は何なんですかっていう話をしていくと、ここすごく大事なんだけども、 SNS を何のために使うかなの？宣伝のために使ってあげた方がいい。売り上げを作るための宣伝として、ツールとして SNS は使うべき。ちょっとこれだと今何言ってるか分からない人も多いと思うので、要はSNS をちょっとまず勘違いしてほしくなくて、 SNS っていうのは今の時代インターネットが普及して誰もがスマホを持っていて、世界中の誰ともつながれる状態にあるからできる手法なのね。で、もし電波が使えなくなりました、衛星がね全部潰れてしまいました、電波が使えませんってなったら、じゃあ商売できなくなるのかって言ったらそんなことないじゃない。どんなじゃあ手法があるだろう。
これね、なんで大昔からあるのと SNS も全く変わらない。結局は対面でこんな商品作ってるんです、こんなサービスやってるんです、よかったらどうですかってセールスをするか、チラシを作ってね、ポストに入れてポスティングするか手渡しするかとかね、結局そのどうやって宣伝するかっていう話なのね。で、本質はここなの。届けたい相手にどうやって話を届けるか、僕の商品サービスを知ってもらうかっていうためのツールとして使うべきなの。これで知ってもらって有名になって買ってもらえるんだは全然、買ってもらうまでの道筋が全くできてなくて、もうトンチンカンなことをやってるわけね。じゃなくて、ちゃんと買ってもらいたい人にしっかりと伝える、知らせる、そのための便利ツールとして捉えておくといいよっていう話なのね。結構ね、作品を作ってとにかく SNS にアップしなきゃって、そこにねすごい時間も充当してる人も多いと思うので、それは大事なことなんだけど、やっぱ SNS に時間割いてねやるのは大事なんだけど、この時間を割いてやる以上結果につながらないと意味がなくて、結果っていうのはその売り上げにつながるような発信の仕方ね、それをしっかりやらなきゃいけない。効果のある発信の仕方っていうのは、とにかくまず考え方として、 SNS ってなんか最近出てきたすごい新しい手法ってみんな考えてるかもしれないけど、そうではなくて昔のただのチラシと変わらない。それがスマホでできるようになっただけ。対面で僕こんなことやってるんですって売り込むのと何も変わらない。同じ、全く同じ。それを効果的にやろうねっていう話だけだからね。そこの本質をしっかり押さえて使うと、ちょっと使い方が変わってくるんじゃないかなと思います。もちろんね、テクニック的なことはあるんだよ。それはただ僕はアカウントの伸ばし方みたいなそういう専門家ではないから、ましてやね、自分でまともに運用してないし、でもまともに運用してない僕でさえインスタ経由とか X 経由からしっかりお客さんが入ってくるんでね。でそれはなぜかっていうと、販売するまでの動線をしっかり自分で作ってるっていうのと、誰に何を届けるかっていうこの本質がずれてないから、ここがしっかりしてるから、たかだか2000人くらいしかいないフォロワーでもそこで売り上げにつながることができてるわけね。というわけで、今まで持ってたね SNS ってこういう風にやらなきゃいけないんだよね、ハンドメイドだから発信していかないといけないんだよねってこうみんなやってるからやるっていう考えじゃなくて、自分が何のためにやるのかっていうところに立ち返ってやる。で、自分が売り上げを作りたいんだったら、売り上げを作るための手段として、宣伝の方法として SNS を活用したらいいよっていう話でした。まあね、このね SNS の話はねいろいろあるし、やっぱりその専門家がね強いと思うから、そこに習いに行ったりするのもいいとは思うんだけど、ただその何のために使うのかっていうその本質の部分を抑えていないと、そのテクニックだけを学びに行ってもそれ時間とお金の無駄だからね。でここをしっかりと抑えて、何のためにやるのか、これが大事。はい、そんなところです。でね、こんな話をねどんどんこのチャンネルではしていくので、まあ作家を目指す人、売り上げをね作っていきたいっていう人はね、まあぜひねチャンネル登録してほしいし、友達でね同じようにね作家で食べていきたいっていう人がいて、このチャンネルのことを知らない人がいたらぜひね教えてあげてください。はい。であとね、コメント欄をねどんどんコメントください。でね、コメント欄でこれはねみんなにシェアした方がいいなっていうコメント拾って、こうやってね動画にしたりもするのでね、ぜひそういう風に使ってください。はい、というわけでね、今回もね最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。